はい、こんにちは。名古屋の伊藤です。今日はリンパドレナージュがどういうことに効果があるのかということについてお話をします。一般的にね、リンパって言ったら顔のこととか美容のこととか、小顔のことにね、効果がありって宣伝されがちなんですが、もちろんそうなんですけども、それ以外のことにも効果があるんだよっていうことを、お見せできたらなぁと思います。今日はその腰の可動域とか足の可動域に対してどういうアプローチをするのかということについてお話をしますので、仰向けになってください。でまず腰とかいろんな体の部位のリンパをする前には、鎖骨のリンパを常にやるイメージでいます。なぜかというと、全ての体のリンパっていうのはこの鎖骨のとこで集まってくるので、一番太い本流のとこをまず流してあげるのがいつもやることです。そして次に太い足の前に行く前には、お腹の奥にあるね、詳しく言うと乳尾層っていうとこがあるんですけど、そこのリンパを流します。でちょっと足のね、本流に行く前に足の可動域をチェックするので、左足の方がね硬いと言われているので、左足を上げます。左足の可動域ですね。今ここぐらいで抵抗がある感じです。で腰の可動域もチェックしたいので、今日は腰がどれだけ回るか、これぐらいの腰の動きというのを覚えておいてください。左右差でこっちものすごく効きますね。すごくいく。こっち硬い。これがビフォーのチェックです。でまた足に行く前に、またお腹の奥にリンパが集まるところがあるので、お腹の奥のリンパを流しておきます。で次、足のリンパが集約してくるのがこの鼠径部っていうところでリンパがすごく流れてくるので、ここも流しておきます。で足のリンパっていうのもすごく幅広いので、どこが滞っているのかっていうのをチェックして、彼の場合足の下側ですね、ハムストリングスっていうところが滞っているので、ここのリンパを流してあげます。で今日は足の可動域とか筋肉とかをチェックしてるんですが、もちろんこれはむくみの効果があることです。でこれで硬いとこが流れたので、もう一回鼠径部のリンパを流してあげて、お腹も流してあげます。でこれで足の可動域がどうなったかですね。左足上げます。この辺で荷重というか力が加わるので、さっき多分これぐらいだったのがまた上がるようになりましたと。で腰はどうなったかと。さっきこっちに倒すのがすごく行きやすかったんですね。こっちの方がすごく行きやすくて、別どうなったかというと、行きやすくなったとは思います。すごくスムーズに動くようになったと思いますね。でリンパっていうのはあれだけでも変わるし、最後のまとめとしてもう一回お腹の奥と、そして鎖骨のところを流しに行って終了ですね。で最後にもう一回だけ可動域チェックしたいと思います。はい、左足上げます。かなり上がってます。で腰、もともとこっち側が硬かったですね。すごく回ってます。こんな感じでリンパっていうと、どうしてもやっぱり美容関係にね注意がいきがちで、もちろんそれはリンパと美容っていうのは効果あるんですが、こういう感じで筋肉の硬さとか関節の硬さっていうのも効果があるということを今日はお話ししていきました。以上です。